どうも島田秀平です。皆さんね、引っ越しなんていうね検討されるときにやっぱり事故物件、予約付き物件にはね気をつけていただきたいなと思うんですよ。やっぱり少しでもおかしいと思った部屋には住むべきじゃないと思うんですね。これはあるね25歳くらい、女性会社員のね女の子が経験した話なんですけども、この子ね一人暮らしをしていたんですけども、一つだけね自分が住んでる家に不満があった。何かっていうと、会社から遠かったんですね。もう広いし綺麗だしいいんだけど、ちょっとね通勤に時間がかかっちゃう。できたらねもうちょっと職場の近くにね引っ越したいな。いろいろ探したんですけど、やっぱりね近くに行くってことはやっぱり街中に行くってこと、やっぱり家賃も上がっちゃうんですよね。でやっぱ見てもね条件に合うような物件がねわからない、見つからないわけですよね。でたくさん回ったけどね見つからなかった。もうちょっと諦めようかななんて時にですね、ある不動産屋さんがじゃあこの物件どうですか、見せてくれた物件が会社から近いし新しいし綺麗だし広いし、ここめちゃくちゃいいじゃないですか。一気に気に入っちゃってもう即決したらしいんですね。こんな物件あるんだって、こんな安いんだで、もうとにかくねいい物件に巡り会えたんで、もうウキウキ気分で引っ越しも終わってね、引っ越しのね初日、もう嬉しい感じでね、部屋に住み始めたんです。で早々にね準備も終わって、じゃあお風呂に入ってね今日はゆっくり寝ようかなと思った時にですね、浴槽に行ったら排水口にね黒い長い髪の毛が落ちてるんですって。これ気持ち悪いですよね。嫌ですよね。排水口にもう知らない髪の毛がある。しかも引っ越した初日なのに。何これ、もう全然掃除するじゃないじゃん。でも綺麗だしいいか。でお湯をね浴槽に溜め出したら、うわっ、お湯を溜めてたらね下からまた同じような長い髪の毛がふわーって浮かんできたらしいんですよ。うわわわわわ、ここもうやめてよ。もうじゃあ気持ち悪いから今日シャワーだけでいいや。ちょっと嫌だったんですけど、本当にねいい物件だしお風呂も綺麗だったんで、その子あまり気にせず、シャワーだけ浴びてね外に出ようと思ったらしいんです。でシャワーを浴びて、で頭を洗ってたんです。よかった、いい物件だしね、会社も近いし楽しみだな明日からなんて思った時に、後ろの方から視線を感じる。絶対に誰かが見てるみたいな感じがするんです。そんなわけないよな。でもね明らかに気持ち悪いんですよ。一回顔を拭いて恐る恐る振り向いたんです。もちろん誰もいないです。よかった、気のせいか。気持ち悪いな。またシャワー浴びてるんです。また後ろの方から視線感じるんです。気持ち悪いな、絶対感じるぞ。シャワー止める。後ろを恐る恐る振り返って誰もいないです。何、気のせいなんだろうな、疲れてんのかな。もう早くシャワー浴びてね外出ちゃおう。頭バーって洗ってる瞬間、急にまた視線感じたんですね。でこれはねさっきよりもね強い視線感じてる、絶対おかしいと思ったんで、またシャワー止めたんです。でこの時ふとパッて前に目やると鏡があったんです。で曇ってるんですよ。でもそこにうっすら人影が映ってるんです。うわー、恐る恐るその曇りガラスをスーッ手で拭くと、ここに見たこともない女が映ってるんです。顔はもう真っ白でもね目がつり上がって真っ赤に血走ってる。で口もうわー、この女の顔が映ってギロー
ーって見てるんです、鏡越しに。うわー、もう声も出ないんですよね。その瞬間、この女が突然、キャーキャーキャー笑い出したんですって。めちゃめちゃ怖いじゃないですか。うわー、もうすぐに体拭いてもう外出たんですよね。で、寝室でブルブル震えてると、まだ、お車の方から、キャーキャーキャー聞こえてるんですって。もうやばいやばいやばいってすぐ服着て、外に飛び出て、で、近くに住んでる友達の家に行って、どんどんどん開けて、どんどんどん開けてお願い開けて、どん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 どうしたの？いや、今実はこうこうこうでこんなことがあったんだ。もう反響欄説明したら、とりあえずね、今日はね、うちに泊まってきなさいとなったんですね。とんでもないもの見ちゃった。もうやばいですよね。で、友達がですね、知り合いに霊媒師の方がいるらしいんで、とりあえずじゃあその人に相談しに行こうって話になったらしいんですね。で、翌日会社有給を取って、二人でね、その方の、霊媒師のとこに行ったらしいんですね。で、そこで、自分が見た幽霊はこんな感じで、こういう状況だったって、事細かく必死に説明したんですって。ああ、わかった。それは怖かったね。じゃあ、今からちゃんとお祓いするからね。1時間ぐらいですかね。お経を唱えたり、お線香をあげたり、うわー。はい、大丈夫。これでね、あなたが見た幽霊はしっかりと払えたから、言われたらしいんです。半信半疑だけど、とりあえず大丈夫なのかな。信じるしかないですよね。で、ずーっと怖がってるわけにもいかない。だからね、友達についてきてもらって家に行ったらしいんです、夜。そしたらね、もちろん、笑い声が聞こえないんですって。ああ、よかった。恐る恐るお風呂場に行ってみると、もうそんな人影はない。ああ、ちゃんとお祓いしてもらえたんだ。よかった。思ったらしいんですね。でね、友達は帰っちゃうわけですよ。でもこっからね、この部屋にずーっと住まないといけないですよね。ずっと怖がっててもしょうがない。勇気を振り絞ってお風呂に入ろうってことで、シャワー浴びたんですね。で、シャワーをこう浴びてる。したらね、ああよかった。もうね、気配感じないんですよ。なんかね、前と明らかに空気が違うんですって。ああ、ちゃんとね、お祓い終わったんだ、よかった。ファーっとこうね、シャワーでこう頭を洗った時に、あれ？ふと気づいちゃったんですって。あの時、鏡に映ってた、笑い声を上げていた女、髪の毛が短かった。ショートカットだった。じゃあ、お風呂場にあった長い黒髪って何なの？の瞬間、手にガッ何かが絡みついたんですね。ふっ見ると、ここに長い黒髪がびっしり絡みついてるんですって。うわっもう取れない、うわっこの時にまた視線感じたんですって。で、この時は後ろじゃない、何か上が気になるんですって。恐る恐る上を見上げてみると、そこには換気扇があったんですが、その換気扇の隙間から長い黒髪の女がじーっと下を覗き込んでいたそうです。皆さんね、これから霊に遭遇した時、そこにね、霊は一体しかいない、勝手に決めつけない方がいいかもしれません。ここね、曰く付き物件、事故物件だったわけですけどもね、ちょっとね、このお話ぜひ聞いていただきたいんですよ。僕の知り合いの方があるタワーマンションに最近引っ越したんです。で、実はその引っ越した部屋っていうのが事故物件だったんですね。どういう物件かっていうと、ある男性がその部屋で首吊り自殺をしてしまったという、なのでかなりね、家賃の方が安かったらしいんです。で、彼霊感もないしね、安いのラッキーだってことで、気にせずね、高級タワーマンションだし引っ越したんです。で、初日ですね、このタワーマンション高級なんで、よくありません？上の方の階にスポーツジムがついてるところ。ね、住人の方がね、こう体が鍛えられるってかなりね、本当にいい場所なんですけども。じゃあせっかくだから行ってみよう。そこに行って、初日ですよ。で、そのスポーツジムで鏡越しに自分を自撮りした写真。ここにね、おかしなものが写ってしまったんですね。ちょっとその写真、皆さん見ていただきたいと思います。はい。
ね、首にこうタオルを巻いた、ね、短髪の男性が体を鍛えてますよね。そして鏡越しに自分をパシャ写したという写真なんですが、これよーく見るとね、おかしな部分があるんですよ。お気づきになりました？この男性がいる奥にモニターありますよね。テレビのモニター。ここね、よーく見ていただきたいんです。なんか映ってません？そうそう。なんか後ろ姿みたいなものがふわっと映ってますよね。後ろ姿。ああ、そっか。この男性の背後にあるから、この男性の後ろ姿か。と思いたいんですけど、ちょっとおかしいんですよ。これよく見たらね、この男性の後ろ姿じゃないんですよね。だって、まずこの男性こんなに頭刈り上げてないというか、モニターの人ほとんど坊主に近いぐらいですよね。髪型違いますよね。あと何よりも、この男性首にタオル巻いてるんだけど、後ろに映ってる姿、タオル巻いてないですよ。これ誰が映ってんの？おかしいですよね。で、実はですね、この方、連写で写真を撮ったんですね。そのすぐ後に撮った写真、不思議なことに、このモニターに映り込んでる、その謎の人物、変わって写ってるんですよね。皆さんそこを、注目して、では2枚目の写真ご覧いただきたいと思います。こちらです。首つってるように見えませんか？明らかに角度がくるんと変わって、何か首をつっているような人影が見えませんか？これはもう完全にこの方の後ろ姿ではないですよね。やっぱりね、心霊写真いろいろありますけども、こういうね話を聞いていくと、ここに写っている後ろの男性、この方が住む前に部屋で首吊り自殺をしてしまっていた男性だとしか僕は考えられないんですけども、皆さんどうでしょうかね。引っ越しなんかをね検討される方多いと思うんですけどもね、やっぱり事故物件、いわくつき物件には近づかない方が身のためだと思います。